ばんは。元気ですか？本日は12時からですね、FOD5 話配信、そして BS 富士の方で4話の放送日となっております。早いね。ものすごく早い。あっという間にもう半分切っちゃってるってことでしょ。怖いね。もっといろんな人に見てもらいたいね。ですごい反響めちゃくちゃ良くて、海外の方もね、日本の人もそうですけど、エゴサしてると見たらすごいハマったみたいなね、毎週楽しみって言ってくれる人たちがたくさん多くてめちゃくちゃ嬉しくて。でもまだなんか見てない人多そう。わかる？この気持ち。まだ見てないみたいな。なんかあるじゃん、その BL によってもさ、その推しみたいなのあるじゃないですか。今はこれを見たい、応援したいみたいな。まだ見てないよ。なんで見ないんですか？まだ。その一気見したいってやつですか？それこそ。なんかまだ見てない勢がなんかすごく多い気がしてるんだよね。見たら絶対ハマるのにな。なんか最近やっぱり自分も他の BL 作品見たりするんですよ。どんな感じなんだろうなと思って。まあ自分過去に一回不幸くんはキスするしかないっていうね作品。それこそ深夜 BL ドラマ界の本当に初期に一回出たことあるんですけど、まあ話の内容が全く今回違うので、あれは結構本当にポップでコメディでみたいな、チューも一回しかしないみたいな作品だったんですけど、うん。でもなんかさ、どんどん新しいの出てくるじゃないですか、情報。夏の BL とかさ、原作有名だったりキャストが有名だったりとか、すごい話題性もあって、おいおいちょっと待ってくれよって感じですね、僕からすると。もう先こっち見てくださいみたいな。わかる？フコキスもね、すげえ人気なんだよね。でもまだ BL ボーイズラブがなんかそこまですごい流行るって感じでもない時期だったんだよな。それこそ美しい彼とかチェリーマホとかが本当に出た初期みたいな。で、僕たちのその深夜枠のドラマのそういう枠あるじゃないですか。が初めて始まるぐらいのタイミングだったから。まさかこんなにね、反響もらえるとは思ってないですし、ありがたいことにね。で、まさか攻めをやって今回受けをやるとも思ってなかったし、誰しもが。まあその中で言うと、今回の5話、配信される5話は、結構すごい、1話もさ、すごい攻めてるじゃないですか。で、3話も攻めてるんですよ。3話も。で、最初に言ったんですよ、僕だから。3話と5話はすごいおすすめの回です、みたいな。それ今回5話ですからね。で、5話はね、めっちゃいいんだよね。りょうとゼンの、今までのその勝負、うんぬん、という流れがまたちょっと一個変わるきっかけの回だから、めっちゃ大事。やっぱでも BL 作品をやる上で一番ね、僕が大事にしてるのは、
やっぱ美しさ、その一個一個のシーンの、なんか人間味を出す作品もあるとは思うんですけど、僕はその、あくまで、なんていうんですかね、漫画の世界のイメージみたいなものをすごく大事にしたいって思っちゃうから、やっぱ原作ありきだからこういうのって大体。オリジナル作品ってあんまないでしょ。日本でも。やっぱその原作の雰囲気を、絶対崩したくないなっていうのが第一にあるのね。で今回の作品は、マチさんの原作なんですけど、めっちゃイケメン役やない。やねんとか言って。しかもその紫藤善っていうキャラがかっこよすぎて、最初すごい戸惑ったよね。BL っていうのかわかんないですけど、僕、おっさんずラブはずっと見てましたよ。他の作品は見ないかな。この前見たけどね、FOD、それこそカイトと一緒に、他の作品見てみようぜっつって、俺たちのやつと比べてみようぜとか言って、やっぱでも、どれ見たとか言わないですけど、俺たちの作品が一番だなって二人で褒め合って。カイトが遅れるらしい今日。いやもう遅すぎてさ、もう先始めちゃおうと思って。で、カイト始める頃にやめるわ。原作ブレイク上下。上下全部、もらったやつは見たよ。原作最初見た時本当に、すごくエロくて、これでやるのっていう、素直な気持ち。これ、俺がやるの？しかも、受けみたいな。でも原作読んでその紫藤善のキャラクターを見たときに、これだったら俺演じれるなって思った。そのキャラクターがそっくりだから、自分に。普段の。ちょっとなんか、ツンデレって言ったら言い方いいけど、なんかちょっと人間不信そうな感じとか、社会不適合者感。善はそんなことないけど、やるとこちゃんとやるからね。で、体感予報とかさ、敦貴が出てるんだけど、あれとかもじゃあ原作めっちゃエロいのかな？フェイクファクトリップスってどれぐらいなんだろうね？原作のエロいランキングで言うと。誰か詳しい人いないですか？あれやばいんだ。原作、どっちも見た人からするとどっちの方がエッチなんですか？ちょっと風邪ひいててすみません。もう結構ね、今回はね、風邪が長引いてて、13日ぐらいからなんかちょっと体調悪くて、もう1週間だね。上位 20%。何を基準にエロいと思うかどうかもあるか。体感予報の方が言っちゃうんだ。あつきが BL やる前相談してくれた時があって、でその時も福尾くん結構やって時期経ってたんで、タイドラマはね激しいよね。もうそれだもんね。もうエロだもんね。いやそこまではな、さすがにどうだろう。日本でやるんかな、あそこまで。でも本当みんなが、そうだ、コーヒーの案件みんな投票ありがとうございます。
すごいみんな頑張って、海外とかなんか VPN みたいなのがないと無理なのに、それでもやってくれてる人とかいて。もう今回風邪ひいてちょうどダイエット期間っていうのもあって5キロ痩せました。2週間で。痩せましたっていうか痩せるようとしたんだけど、最初気づかなくてね、風邪って。よく鼻ぐずぐずするから自分。あれでもさ、毎月あるんですよ、5ヶ月間。あれ、何優勝1位取ったらすごくない？ CM 出れて自分の好きな夢を叶えるっていうので海外イベントっつってるけど、まあ行けてアジアだけどね、もちろん。減量方法マジ飯食わないと筋トレ。飯食わないとこんな痩せるんだって思ったね、正直。なんか意外とでもこんな食わなくても人って生きていけるんだとも思ったな。プロテインのみとか。62ぐらいですね。解散 ?LOL っていうグループ組んでて、LOL のグループ解散してちょっとぐらいがピークで70キロだったんですよ。まあでもさ、この時間だったらもうさ、視聴会でもいいよね、逆に。その場合でもテレビでしょ、俺見れないわ。配信じゃないと無理だ。福岡の頃より筋肉、そうでも、あのところめっちゃ痩せてたけど、今見るとすげえ細いもん。外から今回連絡来てさ、ゆうすけくん風邪なんですか？それは辛いですね、みたいな。何の LINE だったんだろう、あれ。普通に心配の LINE だったら可愛い。自宅です。いや、テレビあるけどBS 富士って見れないでしょ、登録しないと。登録しろよってな。それは。外はこの前ご飯行ったよ。ちょくちょく行くんだよね。あいつも可愛い性格してんだよな、猫じゃないな。なんつったらいいんだろうな。狐？いや、狐でもないな。タヌキと狐みたいな。いや、よくわかんない。俺が思うカイトの魅力。この前も言ったけど、カイトの魅力。いや、もう人ったらしよな。人当たりがいい。あと常にやっぱ人のこと考えれるよね。なんか主人公、MBTI でいう主人公の人ってさ、本当に常になんか周りのために動くじゃん。なんか本当羨ましいっていうか、なんか尊敬する。そういうところ。適当っちゃ適当なんだよね、意外と。だけどその建前ができるじゃん、主人公の人って。俺はね、ISTP っていう、まあ、一部には好かれるけど、基本的にあんまり好かれない MBTI で。俺は逆にすごい気にしいなんですよ。あ、大丈夫かなとか思うんだけど、それを行動とかできないし、なんか、うん。なんか気にしすぎたゆえに人に喋りかけられないとかもある。今喋りかけたら機嫌悪そうだよなとかさ、なんかいろいろ考えるじゃん、人と話すときって。なんか俺ごときがこんなとこで話しかけてもなとかさ、なんかいろいろ考えるんですよね。
ラブタイプはね、主役気質みたいな。なんかもう俺、すげえ嫌われるんだよ、なんか。MBTI とかそういうの。でもやっててわかるもん俺。あ、絶対これダメだなって。最近すげえ年齢のこと言われんな。え ?30 ですか？でもなんか若さの秘訣とか言われてもないしな。ただ童顔なだけなのよな。まあちっちゃいし、顔も犬顔だから、より、なんつうの、子供っぽく見れるんだろうね。見られるんだろうね。前髪とか作っちゃったらもうさ、もうじゃん。30歳ですよ、私。だいたい初対面の17歳、8歳の子とか、へえみたいな。マジっすかみたいな感じで来てくれる子いるんだけど、年齢言ったら、すいませんみたいな。びっくりされる。あ、てかその、舞台も、詳細ちょっと出ましたよね。日にち、公演数、公演日程、あと役。一応、君と、偽りと君、偽りの君とスキャンダルという名目の中の主役ではあります。ちょっと楽しそうじゃね？めっちゃ。アイドル的なことでしょ？ちょっと今回の舞台は楽しそうですよ。みんな俺の年齢知らなかったの？もしかして。にわかですね。結局にわかですか。サザエさんのダブルカツオでご飯行きますか？ご飯は行ったことないな。でも打ち上げめっちゃしてたからな、一緒に。あと一緒に舞台見に行ったな。確かに。ナオくんも年近いもんね、意外と。そんな下じゃないよね。26とかだよね。下か。それは下か。ねえ、出会う人が最近みんな、てかカイトが26なのがマジで信じられない。感覚同い年だからな。でもあいつ年上じゃなくてよかったなってめっちゃ思うわ。もう絶対、ご飯とか飲んでる時とかに、あいつさ、無茶ぶり多いんよ。これ食ってみーとか、これ一気飲みしてみーとか。で、キャンプ行った時もさ、一緒に共演してたやつとか俺の後輩とか一緒連れてってんだけど、やっぱ悪ガキ感出るんよ。はい。もしユうスケが新しい役を演じられるなら、どんな役を演じてみたい？野球、高校球児。高校球児か、ちょっと戦国系の歴史ものに出たいな、今。今、プロポーズ大作戦見てて、FOD せっかく入ったから。ちょっと自分の青春が蘇ってきたわ。俺青春してないんだけど。別に。プロポーズ大作戦とか言ったら自分のやっぱ年代バレるよ。だからみんなで言うなんつうの。何なんだろう。みんなの青春ドラマって何なんですか？僕は、366日。溝端淳平さんのやつ。あれがもう一番かな。で、ブザービート。高校1年、違う、中学校1年生。プロポーズ大作戦はまだ子供だったかな、おそらく。あと、ルーキーズとかね。プロポーズ大作戦やばいよね。いや、せっかく野球大好きでさ、長澤まさみさんマジ可愛い。やばい。極戦。極戦って待って、青春ドラマ。まあ青春か。極戦ってでも恋愛要素ゼロじゃない？
イケパラとかね。ブザービート大好きだった。花壇。花壇ってだって俺小学校小学校低学年だよ。まだ。私の青春ドラマ大奥。特殊だね、だいぶ。ちょっと時代を感じるかもしれないです、それは。イケパラみたいなドラマ見たくない？なんで今ってああいうのないんだろうね。でも一回あったよね、なんか、あれ、さ、イケパラとはまた違うんだけど、なんだっけ、グループ組むやつ。ブルームみたいな。なんだっけ？見てないんだけど、ああいうのいいよな、やっぱドラマって。ちょっとなんか夢物語っちゃ夢物語だけどさ、なんかキラキラしたやつ。花の血あれそうだったっけ？ちょっとああいうやっぱさ、なんかドキドキが欲しいよね。いや、俺もさ、学生役やりてえなと思うんですよ。もう30過ぎ、違う、30になるんだけど。気づいたら。どうしたらいい？まだいけるかな？あ、君の花になる。あれ、なるだっけ？君の花になるか。キラキラドラマ見たいよね。いける。ありがとうございます。そこに今ね、こうやって BL っていう枠が入ってきて。みんなやってんじゃん、今、若手とか。スターダストの子たちもいっぱいいるもんね。それこそ源氏部なんて全員やってるでしょ、今。みんなどんな感じなんだろうね。俺、自分の作品しか知らないからさ。俺だって今んとこ、ね、曽田陵介も海斗もめっちゃ仲いいし。でもなんか、あれだな。不幸くんはなんか続編とか、それにあるなんかイベントとかなかったから、まだなんかそんなに世の中的にそういうイベントをやる文化でもなかったからさ。あ、全員じゃないんだ。あ、そうなんだ。一人だけまだなんだね。みなしょう。港庄司コインランドリーみたいなやつ。確かにみんなのベスト BL 聞いてみたいな。俺それちょっと今更参考にはできないんだけど。不幸くんめっちゃ好き、ありがとう。ワンエンもあと一人。マジですごっ。コスメティックラバーね。港庄司コイン、あったっけこれ。港庄司コインランドリー。美しい彼ね。あ、来た。カイト。何君参加できるの？未成年。あれでしょ？元島純正くんの。あの子可愛いよな。なんか、あの子と、オーディションでね、一緒になったことあって。いや、それこそ仮面ライダーですよ。マジで可愛くて。仮面ライダーの、あれですよ。その、純正くんがなった、ガッチャードか。のオーディションで一緒になったことあるんですけど。マジ可愛かった。僕想像してきたお弁当作ってきましたとか言って。台本にある。こんな感じだと思うんですとか言って。この子可愛いと思って。
リクエスト来た？これで全く違う人のリクエスト受けたら面白くない？うんら。ねちょっと待って。本当に申し訳ない。本当に申し訳ございません。3分前で撮影終わりました。くんら。ちょっと今移動中ですぐ明るいとこ行けるんで、ちょっと待っててください。え、もう着くの？あのー、今ね、移動してって自分の車に今戻ってる最中です。あ、なるほどね。ちょっと3分だけちょっと、お声だけで。全然時間終わらんやん。いや、やばすぎ。ちょっと、押しに押しまくりまして、今ちょっと、私、作品の撮影しておりまして。ごめんね、ゆうすけくん。ちょっと先にお願いしちゃって。申し訳ない。なんか、いろんな BL の話をしてた。本当？うん。そういうの聞く。面白いじゃん。俺も最近見てんだけど。一緒に見たよね。うん。そう、一緒にね、俺ん家でね、なんか、あれとか見たよね。何見たっけ？え？あ、あれだ、スモークブルーとかあ、ね。言うんかい。あ、言っていいの？いや、いいけど。まあでもいろいろね。今あれだもんね。一緒のタイミングで放送されてるもんね。そう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 。他にそれは見たし、他にもいっぱい見たけど。なんか、俺らは俺らでさ、こう作り込んでさ、なんか作品やったけどさ、なんか、他の作品ってどういう、例えばその、キスシーンとかってどういう感じで撮ってるのかなみたいなのもさ、めっちゃ気になってたよね。うん。いや、だからさ、俺さ、他の人の意見聞いたことないからわかんないじゃん。そうね。で、なんか、俺は今回2回目だけど、うん。俺は別にそんな社交的な人間じゃないけど、毎回相手とはめっちゃ仲良くなるよって話してて。ああ。てか大丈夫隊長？大丈夫じゃない時の笑顔してる。今日久々に外出た。えどう？痩せた？俺さ、今日の写真見て思ったのよ。やばいよね。マジで痩せた。今ちょっと、さっき寝てて、うん。寝起きやから、組んでるかもしれない。いや、めちゃくちゃ痩せた。人って2週間でこんな痩せれるんだね。すごい。怖いね。だってさ、ゆうすけくんさ、まあ、オフ期間とかはさ、結構まあ一緒に飲んだり食ったりするじゃん。うん。やっぱ、そういう時はさ、いい意味で可愛くなってる時あるじゃん。何丸くなってるってこと？丸くなってる。うん。だって、そういうの。フェイクファクトの時も、美容医療で頑張って顔細くしてたけど、うん。だってそのちょっと前俺70キロあったからね。マジ？うん。だから頑張ってサウナスーツ着て走ったりしたけど、あいつだね。うん。しかもさ、決まってすぐだったもんね、ゆうすけくんね。いや、そうだよ。マジで。準備期間どれくらいあったんだっけ？ 2週間ない。2 週間か。2週間であれ作り込むのはすごいよ。だって眉毛まで買いに行って、うん。まつげまでさ、こうやってちゃんと外側に向けたりとかしてたからね。いや、神のメイクさんだったから、今回。そうね。マジで、その S さんは良かったよね。佐々木さんね。言うな、俺。言っていいのか？出てるか？佐々木さんは良かったなぁ。てか、あの人のおかげでこの作品は一つなんかレベルが上がってるって言ってもいい。マジでそう。本当にね、細かいし、ちゃんと、やっぱ時間ない中でも、美しく見せようとしてくださってたから、佐々木さんは。うん。確かに、あれ、時間ない中であれできたのすごいよな。すごいよ。マジ時間なかったじゃん。うん。でもそういったのが、動いてんの今なんか、車。今車で、移動中今。大変？やばい。あれ、今日雨じゃん。そう。今日はでも室内のシーンだった。あ、そうなんだ。あ、さっきまで、ベッドで寝るっていうシーンをずっとやってたの。3時間ぐらい。大変。バカねえし。今日はそんなヘビーな日だったんだ。うん。楽しかった。ベッドで寝るってでもバカ疲れた。楽しかった。楽しい。
ちょっとね、もう間もなくね、俺の車着くから、ちょっと、待ってて。マジ、キャンプ行きたいな。行こうよ。6月の後半行けるよ、俺。ちょっと待ってて。まあ、頑張りゃいける。ちょっと一瞬お振ります。舞台稽古があるかなって感じだけど。お疲れ様でした。ありがとうございました。めちゃくちゃ現場やん。オッケー。ふい。お疲れ。すいません。ちょっと髪も濡れてるんですけど。風呂入った風風呂入った呂入ってない。あ、もう。もう今日朝6時からさ、さっきまでもずっと、汗したから汗とかですよ、これ。なるほどね。あ、改めまして、堀海斗です。遅れてすいません。暗いのよ。じゃあ、なんかつけると逆になんか、もやっちゃう。こっちの方がよくね。見えるこれみんな。でもなんか俺ん家でやってた時こんなもんじゃなかった。もっと明るかった。もうちょい明るいよ、さすがに。5話の見どころとかも、4話の振り返りとか話した。まあ、軽くね、あんまりフェイクファクトリップスについて話してなかった。なんか、どうしますちょっとだけ話します ?4、5話。4話放送、5話配信について。監督が佐々木さんのこと言ってくれて嬉しいだって。お、本当監督。監督、この間知ってるあんま喋んない方がいいか、そういうの。あれね。見た見た。あんま気にしない方がいいっすよ。うん。いや、俺とゆうすけくんは監督の、何我々で遊んでくださってるのめちゃくちゃ好きなんですよ。うん、俺は大好き。めちゃくちゃおもろいし。まあでもまあそうね、人にまあそうよっては、そう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 。もう作品だからね。まあ監督の作品ではあるんだけども。そう。難しいところではございますが。うん。じゃあ4話なんだっけ ?4 話、4話俺が全く出てこないところね。4話は、ひどいよね。ダブルキャスト。あれで1日違うからね。そうだよね。4話見たん ?4 話見た見ましたよ。やっぱ最後歩いてるシーンがいいね。あれ、マジで好きかも。やっぱうんなんか、無駄に言葉がないうん。のがいいよね。なんか俺、初めてかも、1分半セリフがない、なんかこの、スローモーションの時間みたいな。うん。でもあんなに絵になるんだと思って。なんか最後、やめよっか、こんな勝負。あんま言っちゃいけないか。まあ、もうそうなんだよ。そう、なんか、最後さ、うんそう言うじゃん。うん。その後の間めっちゃ長くないなんか、歌合わせのところね。しかもさ、あれさ、引きの時確かさ、俺たち笑ってさ、うん。間すらも耐えられないみたいなことだった気がするんだよね。そう。でも、あそこ、あれって群馬で撮影を終えて、東京。東京に入って、多分、寮の家撮る前とかで、本当なんそうそう。か、終盤ら辺だったんだよね。なんかもう終盤マジでさ、目合わせるだけでもツボ入るみたいなさいや、、そうなのよ。本当に。一番大事なところ言っちゃったよね、今完全に。うん。まあでもあそこ本当いいシーンだったな。まあ5話についてはまだ触れてないの。5話はね、あれらしいですよ。あれらしいっていうかまあ僕らもお会いしましたけど、烏丸さん脚本で、1話と5話と、まあ残りの言っ何話かも。ちゃえば、ベッドシーンじゃないそうだね。うん。そう、いわゆる、もう、エッチなシーン。お、烏丸さんが担当してくだ内さって。藤さんが見てます。誰一郎内藤さんが見てくれてる。お内藤さん、内藤さん30になったっけも一昨日な、ね14日になってた。う。会ってねえなゆうすけくんの話めっちゃするよ。マジで会ってない。嘘。なんか、会わない理由がないぐらい、仲良かったつもりなんだけど、うん。マジで会ってない。嘘。
まあいろいろ。今度、みんなで飯行きましょうよ。うん。5話の見どころ、5話はもう予告編だけでも結構えげつないんじゃないですかあれは。予告ね、あれなんかすごい演出だったよね。うん。なんか、急にさ、うん。なんか雨の音だけになって。うん、そう。5話の予告って出てるっけ？出てる出てる。出てるよね。うん。出てなくない？出てる出てる。インスタとかツイッターで公式の。あ、出てないんだ。FOD では出てたけど、じゃあ出てんじ出てるっていうか配信の後の予告編でゃん。うん。出てたけど、あそこまあまあ、が、まあ、いわゆる、BS ね。うん、ベッドシーンね。うん。俺たちさ、めっちゃ綺麗とか言いながら撮ってたよね。感動したね。これやばいっすっつって。これこれ、売れますって言って。これ言ったっすわ、つって。来ました。マジで、本当に、でもマジ綺麗っすよ。いやー、照明神がかってるもんな、マジで。てか、マジこっからの、まあ4話もそうですけど、5、6。うん、この2話が、僕の中では、もう、ピークと言っても過言なくらい、そうね。うん、過言で5、すよ。6はもうビジュアル爆発か。一個俺らのお気に入りのシーンあんじゃん。うん。裏はやばいけど、表面、そうそうそう。あれとかマジで、すごいと思うん。まあちょっう。と、なんかさ、俺さ、うん、一番最初に話したんだけど、うん、すごいさ、反響いいじゃん。うん。でももっとさ、なんか、想像してるほどの広がりじゃない気がしてて、俺の中で。だかうん、うん、らなんかまだ、今作品がいっぱい多いから、うん、なんかまだちょっと見るのは後でにしようみたいな。うん、とか、なんか、いや、今こっちの作品推しだからみたいな風に、うん、あえて見てない人がいっぱいいると思うのね、俺の中で。うん、うん、うん。でそういう人たちに早く見てもらいたいなと。そうだで、そね。れには、やっぱ今このインスタライブ見てくれてるうん、ファンの方たちが、やっぱツイートでなんとしてもそういう人たちに見せるっていう、そうですね。もでも結構みんなツイートしてくださってるんですよ。ドラマ そうしてるよ。FFL とかで。結構してくださってこのて。作品今年見ないとやばいよみたいな。そう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 。なんか社会現象になってねえのおかしいよみたいなみんなうん。言ってくれたりとかしてん嬉しいよ。だけど、めちゃくちゃ嬉しい。でもマジそう思うよ。でもそう、でも本当に今見てくれてるみんなもそうだけど、一人一人がこうやってドラマ FFL はこういいんだよって言ってくれるだけで、名前がちょっとずつ広がって、もっともっと、それこそね、あのー僕もちょっとこの間、滑ったりとかしたけど、もっといろんな違う広がり方もしていくと思うから、うん。なんかもっと作品をみんなでね、愛して大きくしていけたらいいよね。ね。うん。なんか、テレビのタイミングとさ、配信のタイミングが一緒だからさ、同時視聴が難しいじゃん。どこまでつぶやいていいのかわかんなくいや、ない？そこなんだよね。もうこんな時間だからさ、うん。同時視聴もありだったけど、じ確かに。ゃあ、同時視聴するんだったらどっちだよっていう話になるし、ね。また今度考えよ今度やってみよっか、同時視聴ね。う。うん。まあでも、あれじゃない？テレビ合わせじゃない？やっぱテレビ。テレビ合わせだと思う。まあ、最終回とかの時はさ、なんか、なんなら、ちょっと長めにインスタライブとかやって、2話連続とかもいいんじゃない？なんかね、なんかさ、そのオフィスラブじゃん。うん。オフィス兼カップルっていうさ、タイトルが強いからさ、うん。なんか、多分そこまでエモい内容じゃないのかなって思う人多いと思うんだよね、今回。うんうんうんだからマジで見てほしいんだようん。もう見たらもうハマりますよ。このな。作品はね。若干コメディ要素入ったケンカップル系ね、みたいな。とか、思う人が多そう。ちょっと見てほしいな。見た瞬間にマジで変わると思うんだよな。まあで、1話とかはね、結構、なんつうの、コミック要素強いけど、うん。どんどんさ、人間模様が見えてくじゃん。うん。
いろんな人に見てもらいたい。皆さん協力お願いします。お願いします。もう我々チームなんでね。チーム FFL で。もっとねポーズ。ポーズ。どうだったっけ？こうだったっけ？あ、違う。こうだ。こうだ。あ、こうだ、こうだ。あ、こうか。うん。我々チーム FFL ですので、みんなでもっと世界に轟かせましょね。いろう。んな人トリップス。ね。で、イベントもね、いろいろあるので。はい。これから追加もされていくんですかね？だって今、まだ解禁されてないものだけで、僕が聞いてる限りだと結構あるっすよ。俺一個しか知らないんだけど。まあ、わかんない。うっすら、まだ、なんでさ、君はさ、いつもさ、細かい情報聞いて、俺は聞かされないの？俺ね、マネージャーと仲良すぎて、まあ、常になんか一緒だもんね。そう本当に、例えばマネージャーのさ、アドレス宛てに俺のなんか来るじゃん。うん。もうこの横流しなのにピッて。うん。だから僕はなんか常に知れてますけど。まあ、撮影頑張ってくださいね。いや、そうですよ。いつまで？28? あと一週間。1週間。頑張ってください。29俺らはもうね。あれ聞いてる？なんだっけ？あの、とある撮影。あああ。うん。俺30誕生日だから。そうなんだ。来るでしょ？俺渋谷でさ、ポップアップのお渡し会みたいなのやるんだけどさ。いや、ちょっと厳しい。なんでだよ。絶対来てよ。待ってるからね。ちょっと風が。いや、直せ。あと10日で。29大事な撮影があるもんね。そう、めちゃくちゃ大事ですよ。何ページだっけ？わかんないけど、なんか多いんだよ。めちゃくちゃ多いと思うよ。楽しみ。もうページって言った時点でもバレかけるよね。俺のオフィシャルクラブでしょ？そう。ユースケ君のオフィシャルクラブ。まずない。まあまあまあ、休んでください。はい。まあ休んで、とりあえず、俺も体調悪いんだけど。24時からね。うん、もう、あと10分後ですね。皆さん見てください。いや、5は、みんな腰抜かすんで。腰抜かしですよ。あ、あれはアーカイブ残す？これ多分ユースケ君残せるよね。前回残せてた？俺残してる。全部残してる。1番も2番これも3番も。切ってもさ、後で設定できんだよね。なんかね、アーカイブ残すみたいなボタンあるから、罰押してから？そう、×を押してから。オッケーオッケちょっと、ー。はい。アーカイブでも見てください、ぜひ。お願いします。お願いします。じゃあみんな、今日は寝不足ですね。そうだね。おやすみなさい。バタバタしてすいませんでした。ツイートいっぱいしてね、見たら。約束、指切り玄満。あ、最後あれやっとく？スクショタイム。さっきやったやん。やったっけ？やって FF、ないあれか。やってないっけ？やってそうよ。なんか暗い？はい。なんかギャップすごいんだけど、ユースケ君と俺の。じゃあねありがとうございました。今夜楽しみに。お楽しみに、またね See you. See you. See you.